宇宙空間で長く生き続けることは決して簡単なことではありません。地球の生態系が回復するまで待とうとしたら、少なくとも数万年は宇宙で過ごさなくてはならないのです。結局人間の時代を生き抜いたほんのわずかな生物が再び新しい進化の道をたどるとしたら、それがアフターマンの世界なのです。5000万年後の地球へもう一度旅をしてみましょう。今度は北半球の大陸の内陸部の草原です。ここで人間の時代を巧みに生き延びてきた動物の子孫を見ることができます。この草原の主たる草食獣もウサギを祖先に持つラバック。ウサギは牧場のような人工的な場所でも生活ができ、強い繁殖力を持っているので人間の時代を生き抜くことができました。草陰に身を潜ませているのはファランクス。その祖先はなんとネズミです。ネズミは人間が作った環境に平気で適応していた数少ない動物の一つです。人間の絶滅後も生き残り、犬や猫にとって代わって肉食の動物に進化してきました。一頭のラバックがファランクスの気配に気づきました。先祖譲りの長い耳で聴覚は抜群です。ファランクスは狼のような狩りの仕方をします。力任せに追っているだけではありません。ラバックの行く手には罠が待っているのです。ラバックも負けてはいません。ウサギ譲りの強力なジャンプ力。見事難を逃れました。悔しそうなファランクス。どの時代でも狩りは 100% 成功というわけにはいきません。ではその昔日本列島があった場所はどのようになっているのでしょう。なんだか今の日本の森と雰囲気が似ているようですが。5000万年後、森は再びよみがえっています。森の中にはたくさんの動物や鳥たちが。私が抱いているのもその一つです。トゥリードラマーの足には猫のひげのようなものがたくさん生えています。実はこれ感覚毛といって、木を伝わる振動を感じ取るためのもの。これを使って木の中にいる虫の居所を探します。聴覚も鋭く、木の中を動く虫の音も聞き分けられるほどです。木の実を食べに姿を現したのは一見リスのような動物。特に変わったところはないように思えるのですが、おや、なんだか変ですね。チリットはリスの子孫です。温暖なこの時代、冬を穴の中で過ごす必要がなくなり、こんな体つきに進化しました。この体は遠くの枝にある木の実を取るのには便利なのです。後足はしっかりと木にしがみついています。チリッ
ットは5000万年後の森で今のリスのような生態的地位を占めています。先ほどのトゥリードラマーはキツツキの生態的地位を占めています。5000万年後の地球にもそうした役割をするものが必要なのです。キツツキもまた鋭い聴覚で虫の居所を探しますが、現在の哺乳類にもトゥリードラマーのような鋭い聴力の持ち主がいます。アフリカに住むオオミミキツネはアリを取って食べることがあります。大きな耳で地面の下にいるアリの音を聞き分けることができるのです。場所を確かめるとものすごい勢いで掘り出します。生物がそれぞれに持つ能力は私たちに計り知れないものがあります。アフターマンの世界はこうした生物の不思議な力を知ることも重要な手がかりなのです。不思議に満ち溢れた生物の世界を求めて、地球で最も豊かな環境、熱帯雨林を訪ねてみましょう。熱帯雨林にはさまざまな種類の植物が茂り、それを食料や住処にする動物もたくさん住んでいます。